我相信大家對免疫治療呢個詞語咧應該都唔陌生嘅，因為早喺2015-16年咁上下咧，香港已經可以開始使用免疫治療。咁傳統嘅免疫治療咧就分為 PD-1、PDL-1 同埋 CTLA 呢3種藥物。咁佢哋嘅原理咧，其實咧都係阻斷我哋身體嘅免疫細胞同埋腫瘤細胞嘅接觸，從而使到我哋免疫細胞咧重新識別呢個係個腫瘤，對佢進行發起攻擊。咁佢嘅做法咧其實相對簡單嘅，就係一個靜脈嘅注射，咁啊將啲藥物咧直接打入身體裏邊。但係有一種免疫治療咧叫細胞免疫治療，呢一個咧相信對大家嚟講咧比較陌生嘅。咁佢嘅原理咧就係抽取我哋身體裏邊一啲免疫細胞，進行一個體外嘅一個改造同埋培養，再回輸翻我哋身體裏邊。咁所以大家睇到咧，其實嗰個做嘅過程咧係比較複雜嘅。咁喺香港咧，暫時唯一一種咧能夠核准嘅細胞免疫治療咧就叫 CAR T cell。咁佢咧就係用喺呢個血液腫瘤，即係話呢個血癌啦或者淋巴癌身上嘅。咁喺實體嘅腫瘤嚟講咧，即係譬如肺癌啊、乳癌啊、胰臟癌啊、前列腺癌啊等等咧，暫時咧就用唔到呢個細胞免疫治療住嘅。咁喺我哋亞洲國家嚟講咧，日本使用細胞免疫治療嘅歷史比較悠久，同埋技術比較成熟嘅。咁以我所知咧，佢哋使用嘅細胞免疫治療咧就有以下呢3類比較多嘅，分別就係 NK cell、DC cell 同埋 LAK。咁我今次咧嚟到東京呢度咧，就會拜訪一位日本嘅同學，去睇下佢哋細胞免疫治療到底係點做嘅。大家好，我係吳建邦醫生。咁今日咧好高興咧嚟到東京咧認識到藤田醫生嘅喎。咁藤田醫生咧係喺東京呢度咧專注於免疫治療嘅腫瘤科專家嚟嘅。Dr. Fujita, nice to meet you today. 你好，你好。大家好。藤田重治と申します。自分は東京大学の薬学部卒業しまして、修士課程を修了しまして、その後慶応大学義塾大学の医学部を卒業しまして、内科の医者になりました。その後は東大医科研でですね、がんの樹状細胞ワクチン療法ですね、こちらの方に主に携わりまして、理研横浜研究所で樹状細胞の研究等もいたしまして、現在樹状細胞ワクチン療法をですね、自分のライフワークにしております。Oh, so Dr. Fujita, what is the current legal status of cell therapy in Japan? Which government organizations in Japan is responsible for regulating such treatment? わかりました。日本では国民皆保険といいまして、国民のすべてが健康保険に加入しておりまして、高度な治療でも3割以下の負担で受けられるようになっているんですけれども、細胞を用いた再生医療に関しましてやはり大量の臨床試験とかが難しいこともありまして、今のところ健康保険ではCAR-T とかですね、そのようなものしかまだ認められてないんですけれども、細胞を用いた再生医療に関しましては国の認可を、求めてですね行う場合は治験といいまして、こちらは医薬品、医療機器総合機構、PMDA というところがあるんですけれども、そこに、届け出を出してですね治験を行って、国の認可を得るっていう、過程を経ていくわけですけれども、一方でですね日本で自由診療というのもございまして、そちらは医師の責任において、再生医療等安全性確保法という法律に基づいて、認定再生医療等委員会でですね専門家の審議を経て、再生医療等提供計画というのが厚生労働省に認められれば患者様に提供ができるということになっております。非常に厳しい規制がございまして、毎年定期報告というのも認定再生医療等委員会に提出して、患者様の症例数統計を取ったり、有効かどうか科学的妥当性を検討したりして、そういう報告を出して、また委員会で承認されれば治療を継続して行えるという、そのように厳しい規制の下で行われております。Dr. Fujita, as far as I know that here you provide 3 kinds of cell therapy, and they are DC cell, NK cell, and LAK. So could you please briefly explain one by one what are their mechanism? ありがとうございます。まず樹状細胞
ワクチン療法について説明します。樹状細胞は免疫の司令塔とも言われる一番重要な細胞で、自分がライフワークとして取り組んでるんですけども、こういう感じの細胞の周りに、木の枝のような形で突起が見えておりまして、白血球の一種なんですけれども、こちらががん細胞をもともとは体の中で鈍殖して、そのがん細胞をプロセスして出てきたタンパクをですね、がんの抗原をT リンパ球に教えて活性化させて、でがん細胞をリンパ球に攻撃させるっていう、その司令官のような細胞なんですけども、こちらをですね大量にアフェレシスという成分採血で取ってまいりまして、1000万個とかそういう単位で培養しまして、そこに我々が長年やってきました人工のがん抗原をですね処理して、これを、何回かに分けて少しずつ注射していくわけですけども、これによってがん細胞のがん抗原に特異的なリンパ球の免疫が強化されまして、これによって腫瘍を殺していくと、そのような治療になります。最近ですけれども我々のクリニックではネオアンチゲン樹状細胞の方もご提供できるようになりました。患者様独自のですね遺伝子異常をですね、がん細胞の遺伝子異常を遺伝子解析を用いて明らかにしてですね、それをネオ抗原ですけどネオアンチゲンを見つけまして、それをですねペプチドに合成して、ネオアンチゲンペプチドというのを合成しまして、それを樹状細胞に処理すると、でがん抗原として覚えさせる。活性化リンパ球の治療につきましては、今言った通りですけど、樹状細胞からがん抗原の刺激を受けて活性化されるんですけども、それを人工的に採血、こちらは採血末梢血採血して2週間ぐらい培養して、1000倍ぐらいまで増やしまして、数十億個まで増やすんですけれども、こちらは司令官から指令を受ける兵隊の方の働きをしますけれども、そのキラー T 細胞ヘルパー T 細胞っていうのが、1000倍ぐらいに増えた状況で体の中に入りますので、公衆免疫が非特異的ではあるんですけれども一気に増強するということで、樹状細胞と一緒に行う場合が多いんですけれども、中にはNK 細胞ですね、ナチュラルキラー細胞というのも一緒に増えてくる場合もございますので、その細胞製剤の中にいろんな種類の細胞が入っていることがありまして、それも合わせて使う場合があります。So, Dr. Fujita, what kind of cancer patient can be benefit from cell therapy the most? 基本的には我々が使ってるんですけれども、WT1 とか CEA とか MAC1 とかそのいろんながんの抗原を使って腫瘍特異的な免疫を起こして攻撃させるんですけども、そういうことで基本的にはあらゆる種類の固形がんに対して適用があると考えております。一部で白血病などの血液腫瘍ですね、こちらに関しましては、免疫が強く起こりすぎて腫瘍崩壊症候群等が起こる可能性もあるので、ちょっと適用が難しいということなんですけども、肉種も含めて基本的にはあらゆる種類の固形がんに適用があると考えております。我々の経験としましてたくさん見させていただいているのは膵臓がん、また肺がんとかですね、大腸がんとか、胆道系がんとかですね、乳がんとか、そのような固形腫瘍が多いです。So, Dr. Fujita, how are DC cell and LAK cell be made? What is the mode of administration? そうですね、樹状細胞ですけれども、まずはじめにアフェレシスと呼ばれまして、成分採血といってかなり大掛かりな処理をさせていただくんですけれども、体外循環をさせていただきながら遠心分離をしまして、3時間ぐらいかけて
白血球を採取させていただきます。でそれで、一番採取したいのは単球という分核なんですけれども、そちらを大量に取ってまいりまして、サイトカインを処理して樹状細胞に分化させていきます。この方法は東京大学医科学研究所の方法をずっと継承してまいりました。それで、その後に人工のですねがん抗原ですね、ペプチドがん抗原ペプチドをですね患者様の HL に合わせたものを処理してですね最終的に樹状細胞を成熟させまして、樹状細胞ワクチンというものを作りまして、だいたい1000万個1本1000万個もの細胞が入ってるんですけども、こちらを何本かに分けて液体窒素で凍結させます。それでこちらに関しましては、作った後にエンドトキシン検査、マイコプラズマ検査、無菌検査という厳しい検査、品質検査をですね行いまして、全て合格したものを製品として治療に使うことになっております。こちらの樹状細胞ワクチンは液体窒素タンクにですね保管しまして、2週間とかその3週間とかの間隔を置きながら、1コース大体7回とさせていただいたんですけども、繰り返し樹状細胞をですねリンパ節の近くにですね注射することによって腫瘍に対する免疫を徐々に高めていくと。リンパ球ですけれども、こちらはですね末梢血の採血をですね30から 40cc ぐらいさせていただいて、サイトカインをかけてですね2週間程度培養いたします。そうすると1000倍ぐらいまで増殖しまして、数十億個ぐらいまで増えて、バッグが真っ白になるぐらい増えるんですけど、それを今度は点滴で戻すということをやっております。よく抗がん剤とかの副作用でリンパ球が減ってしまっている方とかいらっしゃるんですけど、そういう場合に大量のリンパ球を送り込んで、また樹状細胞との相乗効果も期待できますので、そのようなやり方でやっております。So what are the potential side effects of DC cell and LAK cell therapy? 副作用に関しましてですけれども、ほとんど重いものはないんですけれども、樹状細胞ですと本当にそこに樹状細胞を打ったところにリンパ球が集まってきまして、大体半日1日ぐらい経って赤く発石が出てきまして、その後通常のワクチンと同じですけれども熱が出てくることがございます。でまた体がだるくなる方もいますけれども、そういう感じで普通のワクチンと似たような反応が起こります。So, Dr. Fujita, okay, there are many patients ask this question. So, can DC cell and LAK cell being concurrently used with other conventional cancer treatment like chemotherapy and targeted therapy? そうですね。我々もその立場としましては、抗がん剤治療、放射線治療という標準治療とですね、一緒に行うことによってですね、相乗効果を得られるっていうのを考えておりまして。特に抗がん剤とかでがん病巣が破壊されたところとかですね、放射線照射されたところでその腫瘍が壊れたところにリンパ球が浸潤して攻撃しやすいような状況になるということが分かっておりますので、積極的に抗がん剤治療、放射線治療との標準治療と併用している状況です。特に抗がん剤治療では骨髄抑制ですね、白血球が下がってしまって非常に大変な状況になるところで、免疫療法でですね逆にリンパ球を補ったりするとですね、非常にQOL も上がるっていうのもありまして、非常に相乗効果も考えてですね、非常にそちらの方が好ましいと考えております。好，咁今日咧再次多謝藤田醫生接受我嘅訪問啦。咁咧，我希望咧就今次通過呢個訪問咧，就大家能夠對細胞治療咧有多啲嘅了解嘅。多謝吳醫生，多謝，ありがとう。我可以。